も海外テックのこれマジ AI の最前線を2人で噛み砕く番組なのだ。解説役の稲とミントだよ。よろしくね。夜、自分は寝ている。その間に AI が自動でコードを書き続けて、朝起きたら何百行もの変更が GitHub に積み上がっている。これを今まさに実現している開発者たちがいます。出てる間にそれマジなの？実在する話です。今日のテーマはループエンジニアリング。 AI にお願いする人から AI を設計する人、現場で起きているシフトを深掘りします。ループエンジニアリングって何？普通は聞かない言葉だね。まず衝撃的な証言から、クロードコードという AI コーディングツールを作ったアンソロピックのエンジニアモリス・チャーニーはこう言いました。もうクロードに話しかけていない。代わりにループを動かしている。そのループがクロードに話しかけている。自分の仕事はループを書くことだと。自分が話しかけるんじゃなくて仕組みに話しかけさせる。この流れを受けて AI 開発の現場ではある数字が語られています。アンソロピックのエンジニアが2024年比で8倍のコードをマージしているという話があります。ただしアンソロピック自身がほぼ確実に過大評価だと正直に通記している。誤調かもしれない。でも方向性として大きなシフトが起きていることは確かです。ループって具体的には何をするの？形はシンプルです。1、目標を渡す。2、AI が行動する。3、結果を確認する。4、ダメなら失敗の内容を渡してもう一度。これを OK か上限まで繰り返す。人間がやることと一緒だ。試してダメなら直してまた試す。違うのは人間がその中で毎回打ち込む必要がない。仕組みが自動でやってくれる。人間はサイクルの外に出てループが終わった後の結果だけを見ればいい。外に出る、それが大きいんだ。例えばコンビニの在庫チェック。毎朝誰かが棚を見て発注する。これを AI に話しかけてやらせると、毎朝今日の在庫を確認して都市道でお願いしないといけない。ループ型だと毎朝9時に在庫チェック、不足なら発注、完了したら報告、5回試してダメなら止まってと1回設定するだけ。それが寝てる間に動くってことか。じゃあみんなループを作ればいいじゃん。ここで一番大事なことを言います。ほとんどの人にはまだループは必要ありません。散々すごいって言ってたのに。本物だけど万人向けじゃない。レブ・デビアトキンというエンジニアが4条件テストをまとめています。1、繰り返し作業であること。2、できたかどうかを機械が自動確認できること。良くなった気がする。では止まり方を知らない。3、何度も試せるコスト余裕があること。4、クロードコードや MCP といった上級者向けのツール環境があること。この MCP は外部ツールにつなぐ接続技術です。今の私には関係なさそう。正直言うと多くの人にとって今はその通りです。でもどんな仕組みで AI が自動化されているかを知っておくことには大きな意味があります。ループってどうやって組み立てるの？現場のコンセンサスとして6つの部品に整理されています。アディオスマニ、シドニー・ランクル、レブ・デビアトキンが独立に同じ構造を導いた。まずトリガー、自動で起動する引き金。スケジュール、ファイルが届いた。 CI が失敗した。自分が初めてと言わなくていい。これが本物のループの証明。アイソレーション、複数のループが並行に動いてもお互いの作業を上書きしない専用の作業空間。スキルズ、ループがルールや手順を毎回読み込む説明書ファイルです。これ普通に読める AI への取扱説明書みたいだ。まさにコネクターズ、GitHub、Slack、外部サービスとつなぐ橋、 MCP という規格を使うことが多い。チェッカー、 AI は自分の仕事を自分で採点させるとほぼ全部 OK になる。だから作る担当と確認する担当を別の AI に分ける。そしてステート、 AI はループが終わると前に何をしたか忘れる。でもファイルは忘れない。ファイルが AI の記憶の代わりになってる。6つ部品が揃ったらそこで終わり？上の段階があります。ループが自分の失敗ログを読んで自分の設計を書き換える。シドニー・ランクルが山登りループと名付けた手法です。毎回の実行記録を別の分析 AI が読んでループのルール自体を更新する。自分で自分を直す？ AI がどんどん賢くなるという話をよく聞きますが、その一番深いところで起きているのは AI モデル自体ではなくループの設計が賢くなっているということかもしれない。怖いくらい面白い。このチャンネルは AI の最前線をあふらず正直に噛み砕きます。
今の話が面白かったらチャンネル登録してほしいのだ。次回も現場で本当に起きてることを解剖するよ。ループってすごいけど怖い部分は3つ正直に話します。1つ目はラルフ・ウィガム・ループ、ジェフリー・ハントリーが名付けた問題。ループの完了チェックが甘いと間違った結果を出し続けているのに OK と判定し続けて課金だけが積み上がっていく。本人は気づかないまま。お金だけ溶けていく。最悪だ。2つ目は理解の負債。ループが速くなるほど差分を読まなくなる。そのうち自分のシステムの仕組みが自分でわからなくなる。いざ壊れた時誰も直せない。アディオスマニは認知の明け渡しと呼んでいます。同じループを使っても差分を読み続ける人は熟達し、読むのをやめた人は空洞化する。使い方次第で正反対の結果になると。3つ目はセキュリティ。ループは無人で動くので AI が API キーやパスワードを扱う状況が増える。ある監査研究ではエージェントの機能拡張スキルを1万7000件超調べたところ520件は認証情報を外部に漏らしていた。1万7000件中520件、かなりの割合だ。スラッシュゴールって何？クロードコードで AI に目標を渡す仕組みです。ポイントはなんとなく良くしてではなく、完了状態、証拠、やってはいけないこと、上限の4つを全て明記する。曖昧だと AI は一番楽な読み方をしてできたと言います。契約書として書くってことか。アディオスマニの言葉を借りると、ループを作れでもただスタートボタンを押す人ではなく、エンジニアとして責任を持ち続ける人としてループを作れ。ループは作れ、でもエンジニアであり続けろ。それが結論だね。そうです。まとめなの。1、AI に毎回話しかける時代から AI を動かすループを設計する時代へ。目標、行動、確認、再思考のサイクル。現場で本物のシフトが起きています。ただしアンソロピック自身が8倍という数字は過大評価だと正直に認めているので、方向性として受け取ってください。2、ループは6つの部品で組み立てて、上には自分を改善する山登りループがある。でも4条件テストをパスしない限りほとんどの人には今はまだ不要です。3、3つのリスクを忘れずに静かに失敗するラルフ・ウィガムループ。差分を読まなくなる理解の負債。1万7000件超のうち520件は漏洩したセキュリティの穴。ループは作れ、でもエンジニアであり続けろ。 AI を使うより AI を設計する、そっちの方が断然面白そう。今日の話が面白かったら高評価とチャンネル登録お願いするのだ。毎週 AI の最前線をあふらず正直に解剖してるよ。ループを動かし始めると怖くなる AI へのなりすまし命令、プロンプトインジェクションを扱った回も出しているので、気になった人はぜひ覗いてみてください。これ確かめてほしいってテーマがあったらコメントで教えてね。海外テックのこれマジでした。